ミケとルナの冒険。運命の出会い。深い森の中、捨てられた子猫のミケは冷たい雨の中で震えていました。彼は小さな体を丸めて寒さと孤独に耐えていました。その時、同じように捨てられたウサギのルナが現れました。ルナはミケの悲しげな鳴き声を聞きつけ、彼のもとに駆け寄りました。ルナは自分の耳でミケを包み込み、温かさを分け与えました。二人はお互いの存在に安らぎを見つけ、すぐに親友となりました。ミケは幼い頃から冒険心にあふれていました。彼はいつも森の中を探検し、新しい発見を楽しんでいました。一方、ルナは静かで内向的な性格でしたが、心の中には強い意志と優しさを持っていました。育ての親、ウルフ。ミケとルナを見つけたのは、森の賢者である狼のウルフでした。ウルフは彼らを自分の巣穴に連れて行き、愛情深く育てました。ウルフは森の知識と魔法の力を持ち、ミケとルナに特別な訓練を施しました。ウルフは毎朝、ミケとルナを森の奥深くに連れて行きました。ミケは火を操る訓練を受け、ルナは風を操る訓練を受けました。ウルフは彼らに自然の力を感じ取り、それを自分の力として使う方法を教えました。ミケは小さな火の玉を作り出し、ルナは風を操って葉を舞い上げました。彼らは日々の訓練を通じて、次第にその力を磨いていきました。魔法のタンバリン。ある日、ウルフはミケとルナに特別な贈り物をしました。それは魔法のタンバリンでした。このタンバリンは音を鳴らすことでさまざまな魔法を発動することができました。ミケはタンバリンの音で火の力を増幅させ、ルナは風の力を強化しました。また、特定のリズムを奏でることで傷ついた仲間を癒すこともできました。タンバリンの音色は持ち主の感情や意志によって変わり、その力を引き出すのです。ウルフの病気。ウルフはある日突然倒れました。ミケとルナは彼の異変に気づき、すぐに助けを求めました。村の賢者はウルフの病気が非常に珍しいものであり、治療には特別な薬が必要だと告げました。ミケとルナはウルフを救うために伝説の魔法の動物病院を探す旅に出ました。病院は遠く離れた山の頂にあり、2人は険しい道のりを進みました。試練の旅。ミケとルナは険しい山道を進む途中、巨大な岩に行く手を阻まれました。ミケは火の力を使って岩を溶かそうとしましたが、岩はびくともしませんでした。ルナは風の力を使って岩を動かそうとしましたが、岩は重すぎました。2人は力を合わせ、ミケが火で岩を温め、ルナが風でその熱を利用して岩を動かしました。彼らは協力して試練を乗り越えました。さらに進むと、彼らは深い谷に差し掛かりました。谷を渡るための橋は壊れており、渡る手段がありませんでした。ミケは火の力で木を切り倒し、ルナは風の力でその木を橋にしました。2人は慎重にその橋を渡り、無事に谷を越えました。治療の代償。動物病院の医師は、ウルフを治療するためにはミケとルナの永遠の寿命を犠牲にしなければならないと告げました。
ミケとルナは一瞬驚きましたが、すぐにお互いの目を見つめ合いました。ウルフを救うためなら僕たちは何でもするとミケが言い、ルナもうなずきました。二人は迷わずその代償を受け入れました。ウルフが目を覚ました時、ミケとルナは涙を浮かべながら微笑みました。ありがとう、君たちのおかげで生き返った、とウルフは感謝の言葉を述べました。ウルフは無事に回復しましたが、ミケとルナは限られた時間の中で生きることとなりました。それでも彼らは後悔することなく、ウルフの命を救えたことに満足していました。世界を救う戦い。その後、世界は巨大な闇の勢力に脅かされました。闇の王は恐ろしい怪物たちを率いて森や村々を襲いました。ミケとルナはウルフと共に立ち上がり、最後の戦いに挑みました。ミケの火の力とルナの風の力が合わさり、彼らは闇の王の軍勢を次々と打ち破りました。ウルフもまた彼の知識と魔法で彼らを支えました。最終決戦。闇の王の城に足を踏み入れた瞬間、ミケとルナは冷たい風に包まれました。闇の王の笑い声が響き渡り、彼らの心に恐怖が広がりました。闇の王は強大な力を持ち、ミケとルナを圧倒しようとしました。しかし、ミケは火の力を最大限に引き出し、ルナは風の力でその火を増幅させました。二人の力が合わさり、巨大な炎の竜が闇の王に向かって突進しました。絶体絶命の危機。しかし、闇の王はその力を侮ってはいませんでした。彼は闇の魔法で炎の竜を打ち消し、ミケとルナを捕らえました。二人は闇の王の力に圧倒され、絶体絶命の危機に陥りました。ミケはタンバリンを握りしめ、最後の力を振り絞って音を鳴らしました。その音は闇の王の魔法を一瞬だけ和らげましたが、完全には打ち破れませんでした。謎の子供の登場。その時、突然現れた謎の子供がミケとルナの前に立ちはだかりました。子供は不思議な力を持ち、闇の王に立ち向かいました。彼はミケのタンバリンを手に取り、特別なリズムを奏で始めました。その音色は闇の王の力を封じ込め、ミケとルナに新たな力を与えました。魔法のタンバリンの活躍。ミケとルナは新たな力を得て、再び立ち上がりました。ミケはタンバリンの音で火の力を最大限に引き出し、ルナは風の力でその火を増幅させました。二人の力が合わさり、再び巨大な炎の竜が闇の王に向かって突進しました。今度は謎の子供の力も加わり、闇の王の力を完全に打ち破りました。新たな伝説。彼らの勇気と犠牲により、世界は再び光を取り戻しました。戦いの後、すべての力を出し切ったミケとルナは、その短い命を全うし、森の伝説として語り継がれることとなりました。彼らの物語は永遠に語り継がれ、未来の世代に勇気と希望を与え続けました。謎の子供の正体。戦いの後、謎の子供はミケとルナに感謝の言葉を述べました。あなたたちの勇気と愛が世界を救ったのです、と子供は言いました。子供の正体は森の精霊であり、
ミケとルナの純粋な心に応えるために現れたのです。愛の力。ミケとルナの犠牲は永遠の命よりも愛の方が重要であることを示しました。彼らは自分たちの命を犠牲にしてでも大切な存在を守ることを選びました。その愛の力は闇の王を打ち破り、世界に平和をもたらしました。新たな冒険の始まり。ウルフはミケとルナの犠牲に深く感謝し、彼らの意志を継いで森を守ることを誓いました。彼は新たな仲間たちと共に世界の平和を守るための旅を続けました。ミケとルナの物語は彼らの勇気と愛が永遠に語り継がれることを約束しました。